こんにちは。お元気ですか？今日は12月の29日日曜日ですね。もういよいよ年末年の瀬になってきましたね。もう世の中的にはお正月休みってやつに入ってますよね。多分昨日の土曜日から入ってますよね。さっきネットで今回の年末年始休みはいつからいつまでっていうのを検索してみたんですけども、12月28日土曜日から1月の5日の日曜日までってことで9連休みたいですね。なんとなくこう年末年始のお休みって10日間ぐらいっていうイメージがあったんでね、まあ多いのか普通なのか、今回は一応でも土日がつながった形で長い方なんですかね。最近はもうコロナもね、あんまり前よりもこうわちゃわちゃしなくなったので、海外旅行とか行ったりする人もいたりするんですかね。ちょっとテレビとか見ないからね全然わかんないんですけどね、よく年末とかあと年始とかね、成田空港とかでテレビでねよく取材してるのを見るじゃないですか。今年はどこに行かれたんですかみたいな感じで、ハワイに行ってきましたとかイタリアに行ってきましたとか、そういうファミリーの人たちにねインタビューしてるのとかをよく見るっていうイメージですよね。あとは高速道路がやたら混んでるこのなんとかエリアパーキングエリアとかなんとかインター渋滞何キロとかね、そういう報道がされるっていうイメージですね。それが年末年始のイメージなんですけど、もうテレビをね全く見なくなっちゃってからね、全然そういうのも結構わからないっていうかね、そういう感じです。YouTube とか見てるとね、この YouTube にニュースのやつも上がってきたりとかするので、それで渋滞の写真とかがこう載ってたりとかすると、ああ今そういう報道してるんだななんていう風に思ったりする感じでございます。私はね全然会社員的な生活はしてなくて、もう家にずっと引きこもりながら、パソコンを毎日ポチポチやってて、まだ仕事にもできない、いずれお金が稼げたらいいなっていうようなタスクをねいろいろ頑張ってる感じなんですけれども、ちょこちょこっとお金はね2ヶ月くらい前から少しだけ収入が出たりとかはしてたんですけれども、そんな感じでね、結構世の中的に世の中から結構切り離された環境で過ごしてて、最近は一時期行ってたこのスポーツジムとかにも全く行かないので、もう本当に人間に合ってないっていう生活をしてるんですね。だからネットとか YouTube とかでわざわざそういう記事を検索しないと年末年始感っていうのが出てこないんですけれどもね。一般の皆さんはきっとほっとね正月休みってことで今ゆっくりしてるんだろうなっていうふうに思います。きっと金曜日までは正月休みだからそれまでにこれをどうにかしとかなきゃとかね、こういうふうにしとかなきゃ、こういう連絡しとかなきゃとかね、結構バタバタしたと思うんですけどね、決算月っていうのもあってね、本当お疲れ様ですっていう感じですね。私はね本当に毎日本当に一人だけで過ごしてますけど、結構最近メンタル的にね落ちてたんで、なかなかこの自分のチャンネルでもこのラジオ配信で喋る気が起きないというか、多分喋ってもねなんかこうもわっとネガティブな雰囲気が出ちゃいそうで、ちょっとなんとなく喋れなかったりとかしたんですけども、あとちょっと頭が回らないっていうかね、こう脳みそが全く回転しないような感じがあったのでそういう意味でもね、なんかあの本当はね昨日土曜日に動画アップしようかなと思ったんですけど、なんか喋る気起きんくてっていう感じで、今日日曜日、ちなみに今日曜日のね2時20分ぐらいですね。なのでこの後パッと編集してパッと上げるっていう感じになると思います。今日はねでも少しなんか気分がねちょっとふわっと少しだけ楽になりましたね。ここ数日3日ぐらい前からかな、ちょっとノートにね
日記ってわけじゃないんですけど、私定期的にノートにちょっとこういろいろ日記じゃないけど今のこととか考えることとか整理したくて、いろいろ頭の中のものを書き殴ったりする習慣があるんですよ。でもう昔のやつとか恥ずかしいし、たまに見ると面白いんですけど、そういうのを残したくないので、定期的に処分はしたりとかしてるんですけどね。ここ数日もノートにいろいろ書いたりとかして、ちょっとね頭の中がすっきりってほどじゃないんですけど、なんか落ち着いたかなっていう感じです。なんていうかね、排泄してるっていう感じですね。そうそう。まああとね、ちょっと少しいろいろ気分を切り替えるためにもがっつりダラダラと娯楽的なことに勤しもうというか、もうコーヒー飲んで漫画読んで本読んで一日何もしないとかね、そういうので全然逆にそういうのをした方がいろいろ頭がね一回リセットされていいのかな。行き止まりのところでもちゃもちゃしてるよりも、なんか一回パッとね休んで違うことをしてすっきりしたら頭もいい方向にねこの思考が回転していいアイデアが出たりとか、そういうのもあるかなと思うんですけど、それで数日前にね Amazon で本を注文しといたんですよね。シリーズものでずっと読んでるこの宮部みゆきさんのね三島屋編長百物語だったかなのシリーズですね。これね大好きなんですよね。大好きなんですけども結構ここ何シリーズ分かはまだ読んでないのがあって、ちょっと読むのをずっと楽しみにしてたんですよね。いつでも読めるっていう気持ちもあったのでずっと読んでなかったんですけれども、今この小説とか面白い本とか読んで気分転換したいって思った時にね、そうだ、本買おうって思ったんですよね。この宮部みゆきさんのこの三島屋のシリーズですね。もう面白いのは分かってるんで、もう価値確じゃないですか。価値確定ね。なのでもうこういう時にこそ絶対面白くて、しかもこのシリーズものなのでね、その登場人物とかね、そういうものに久々に会えるっていう楽しさとか嬉しさとかもあるんでね、ちょっとワクワクした感じでこの本を買って、3日前ぐらいに家に届いたんですけどね、なのにまだ読む気が起きずというか、目の前のタスクにやっぱりなんか焦ってしまって、そう気が抜けないというかね、そんな感じだったんですけども、ちょっと若干ここまでやろうって決めてた目安のところまでね、どうにかこれくらいまでに終わるかもっていう目安がついたので、ちょっと気分的にほっとしてね、今日の夜あたりちょっと読んでみようかななんて思ったところで、ちょっと気分がねほっとした感じでございます。なんかね、嫌なのはっていうかなんかこういうふうに毎日わちゃわちゃというか気持ちが落ち着かずに、なんか効率の悪いこのスパイラルで回ってる状態で年を越したくないなっていう気持ちがあって、こうしようとかああしようとか、もっとこうしてこうっていう風にね、しっかりベクトルを定めた状態ですっきりして整った状態で年を明けたいなっていう気持ちがあったので、目の前のことにね追われずに、なんていうか、もうなんだったらもう3日間ぐらい寝ててもいいぐらいの気持ちでねそういうふうに気持ちを切り替えていきたいなっていうふうに思いますね。なんて言うんだろう、ただ単に効率の悪いことをこの自分の労力とか脳みそとかを無理に働かせて行き先もよくわからないままがむしゃらにゼーハゼーハ走り続けている状態って、怠惰だと思うんですよね。もう傍から見るともう限界まで超頑張ってる、あの人超頑張ってるっていう風に思えるのかもしれないですけれども、このがむしゃらに何も考えずに脳死状態で、ただこの
現実逃避みたいなもんですよね、半分。でも頑張ってるからっていうことで、疲れてるから辛いからとか、そういうことで自分が肯定されるような気がしてね、自分で自分を許してるような感じになって、ただひたすらこうなんかこう体を悪くするまで、この生産性の実はないことを走り続けるとかね、そういうのは逆に怠惰だと思うので、だったらきちんと生産的な休息、生産的な怠け、生産的なダラダラ娯楽っていうのをね、やるべきだし、そういう勇気も必要だしっていうふうに思いますよね。なんていうか、だからこう手を動かしてやろうと決めたことをただやっているっていうだけで安心してしまっているっていうのは、ちょっとマジで怠惰だなって思うんですけども、それでも何て言うんですかね、こう自分を肯定する力が弱まってたりとかすると、そういうのができないのかもしれないですね。ひたすらこう限界まで、倒れるまでやったら、それで自分をね、認めちゃいないけど認められるみたいな勘違いがね起こったりするのかなっていうふうにね思ったりとかしますね。ちょっと話がよく分かんない方向に行ったんですけどもなんだろう、話すネタをとにかく考えてなかったんですけど、そうだな、今日はこのあとね、スーパーとかには行きたいなって思うんですよね。なんとなくこうスーパーであれ買いたいなって思ってたものもあったんですけど、やっぱちょっとこうなんか余裕がなくて、こう一番近い徒歩3分のねスーパーにだったらちょこちょこ行ってたんですけど、徒歩8分8分くらいかなくらいのスーパーの方にはもっといろいろあるんで、そっちに行きたかったんですけど、なんか知らんけどその時間とかをねかけるのがちょっと惜しく感じちゃって、なんかずっと行けてなかったんですよね。ほんのちょっとの差なんですけどね、なんかこうなんか焦ってるんですよね、自分がうまくいろいろできないっていうことにね。まあそんな感じで2024年が気がついたら終わっちゃうなっていうふうに思うんですけど、まあその反面ね、毎日ね何かしら1個でもいいからちょっとほっとして心地よいこととか、もっとちゃんとやりたいなっていう気持ちはありますね。ほっとしてコーヒーを飲むとかね、コーヒー入れて飲み始めたと同時にまたパソコン開いてポチポチやっちゃうとかね、そういうのもねどうしても多いんですけれども、そういうのって全然そのコーヒーを楽しめてないし、なんなら味がちょっともう全然わかんないまま飲んでるっていうのもありますね、全然。だからちょっと疲れたなっていう日はお昼寝を2時間ぐらいして、そのお昼寝した時の体の気持ちよさとかね、あとは天気がいい日とかは、ちょっと散歩に出て、散歩に出るのがめんどくさいなっていうのは、それを義務にせずにちょっと窓を開けてぼーっとするとかね、そういうんでもいいと思うし、漫画アプリとかでねちょっと面白い漫画をちょっと寝っ転がりながら読むとかね、毎日ねほんのちょっとでも楽しいなとか、こう心地よい感情が生まれることをしたいなっていう気はするんですよね。なんていうかこう結構今、人生的には結構低空飛行な時期が続いてるなっていうふうには思うんですけどね。そのなんていうのかな、他の人ともし比べた場合というか、やっぱ他人と比べたらね結構な低空飛行をずっと、しかも何年も続けてるなっていうのはあるんですけども、それはそれでね、とりあえず毎日ご飯美味しく食べれるし、漫画楽しいし小説楽しいしとか、そういう結構ほんとちっちゃいことをちょこちょこ、満喫しててもいいかなみたいな。でいろいろねそんなことをやってるうちに、いろいろ、もし私のいろんな人生の歯車がうまく回りだしてね、お金にも困らない状態になったりとか、国民年金もちゃんと払える状態になったりとかして、なんなら旅行とかにも行けるような状態になったりとかして、
外に活動して出かけたいなっていう気持ちが起きるくらいエネルギーが戻ってきたりとかしたらね、まずはカフェに行くとかね、それくらいのちっちゃいこととかでもいいんですけども、電車で1時間以内のところに小旅行行くとかね、そういうんでもいいし、ちょっとずつこの体験のこの幅がね、このやりたいなって思う幅が増えていって、この体験するその行動とかも増えていって、それに伴うこの心地よい、楽しいとか美味しいとか綺麗とかね、そういう感情がもっと体験できるようになったらめっちゃいいなっていうふうには思いますね。だからとりあえず目の前の一杯のコーヒーが美味しく飲めたらとりあえず OK みたいな部分はあるんですけどね。そんな感じで、ちょっと何言ってるのかよく分かんなくなってますけど、相変わらずそんな感じでですね。本当にね、私基本的には長生きしようっていう気持ちがめっちゃあって、96歳とかね、なんとなくだけどそれくらいまではちょっと生きてみたいなっていうふうには思うんですよ。で90代ぐらいに入った時に自分が思ったより元気だなと思ったら100何歳まで生きたいなとか、そういうふうにちょっと最終地点のね計画は変更するかもしれないですけど、ただなんとなくね今の時点でちょっと私結構長生きしたいっていう風なことは思ってます。ただね、もちろんそんなのいつ召されるかっていうのはコントロールできない部分っていうのも多いので、ハプニング要素もあったりとかして、なので明日召される可能性もなきにしもあらずなので、なんていうか今日一日本当にその宮部みゆきさんのね買ってある小説を読んで楽しむとかね、これから行くスーパーでちょっと美味しいチョコ菓子買っちゃうとかね、あと年末年始用にちょっと贅沢な何かを買っちゃうとかね、そういうのをねなんか楽しんで小さく悔いのない一日を毎日過ごしたいなっていうふうには思うんですよね。なんかそれでふと思い出したんですけど、斉藤ひとりさんっているじゃないですか、有名な、銀座マルカンとかのね経営者としても有名で、長者番付とかにもね今は知らんけど昔すごいそれで有名だったりとかしたじゃないですか。で何より本をね、書籍をいろいろ出されていて、それの方ですごくみんな知ってるっていう方は多いと思うんですけども、私もね結構もともとねそういう系の本とか好きなんで、斉藤ひとりさんの本とかもね一時期結構いっぱい持ってて読んだりとかしてた時期があったんですよね。でその中でねちょっとって思ったこの本の中のひとりさんが言ってるセリフの中に、死んだ後にね、なんて言ったかな、自爆霊浮遊霊と、とにかくそういうふうに何かなんか後悔とか悔いを残して死んじゃって、それですぐにさっさと成仏せずにその辺をうろうろしちゃう、そういう自爆霊とかね浮遊霊とかね、そんなのになってるようじゃダメなんだよみたいなことが書いてあって、なんか新鮮だなっていうふうに思った記憶があるんですよね。もちろん死んだ後にね自分がこの意識だけがこうやって残るっていうことがあり得るのかどうかっていうのはちょっと経験してみないと分かんなくはあるんですけれども、ただね確かにねそれはすごくねそうですよねっていうふうにねすごい感じたっていう記憶はありますね。でもちろんね何かしらねちょっとした後悔とかね悔いっていうのは少しは誰でも残っちゃうかもしれないけど、でもねその気持ちは大事だなって思ったんで、私もね例えば明日とかね何かのハプニングとかで召されてしまう可能性もなきにしもあらずですけれども、そうなると私もね結構低空飛行ないけてない状態のまま召されちゃってちょっとみたいな残念みたいな
感じにもなってしまうかもしれないですけども、ただね、これまでそんなに後悔みたいのは多分ないんですよね。なんか全然うまくいかなかったとか、ものすごいこう記憶から抹消されるほど嫌なこととかね、いろいろあったりはしましたけれども、その都度その都度結構がっつり対応というか、その都度やれることはやったしみたいな。今もしこのきなんかこう時間が戻ってやり直せたとしても、結構同じ感じぐらいになるんじゃないかなっていうふうに思ってるので、なんていうのかな、こうしなくてこうだったみたいな後悔は結構ないかなっていうのと、たとえその傍から見てね素晴らしい人生でなかったとしても、あの個人的には結構頑張ったよねみたいなそんな感じかもなっていうふうには思います。あとはね、本当に目の前の一日一日のね、今日コーヒー美味しく飲んだとかね、そういう感じで、とりあえず毎日そういうんでもいいなっていうふうにちょっと思ってるっていうのはあるんですよね。この前本屋さんに行った時ね、本屋さんに行くと、いろんな漫画とかがたくさんこう平積みされてたりとかするじゃないですか。そうするとね、まだ読んだことのない、しかも面白そうって思うこう表面のいわゆるジャケ買いする時とかの、表面のジャケですよねの部分を見て、すごいこの漫画面白そうだなとか、これ漫画アプリでちらっと何話だけ読んだことあるけど面白かったなとかね、そういうのがいっぱいあって、なんかそういうのを見るたびに、私のこの人生がものすごい最悪で絶望で、もう生きてる気力がないって思った時に、できる限りのお金を使ってこの辺の本を全部読んでから召されないともったいないから、あのそれは昔から思ってたんですよ。面白い小説を全部読み尽くしてから召される場合は、人生に絶望した場合はその後召されてやろうっていう気持ちがあるので、なので、あの本当にね、作家さん、漫画家さんもなんですけど、作家さんもなんですけども、たまにねものすごい面白い本ってあるじゃないですか。漫画でも小説でも何でも、なんかそういうのに当たった時というか、そういうのに出会って読んで、その体験をした時、読書体験をした時、もうねその面白さから、これを読んだだけでも生まれてきてよかった、生きててよかったって思ったりとかしますね。もし他の自分のリアルな人生がねものすごいクソみたいなことが多くてっていう場合でも、結構この本とかね、そういうのを体験できただけでも、生きててよかったなって思えるくらい面白い本とか面白い漫画ってあるので、そういうのを書いてる作家の小説家の方とか漫画家の方って本当マジですげえなっていう風にね思ったりとかするんですよね。本当に神ですよね。それこそがあのリアルなっていうか真実の意味で本物の神だなっていう風に思ったりとかしますね。なので私がまだ知らないすっごく面白い小説とかすっごく面白い漫画とかもねあるはずなので、最低限それを楽しめる体力と、あとね視力をねできるだけキープしていきたいなっていうふうに思うんですよね。そういうのはある程度こう体が衰えていっても、小説とか漫画とかっていうのはそんなにカロリー多く使わないでできる娯楽なので、それは結構楽しめるじゃないですか。なのでそういう意味でもこの健康をねこう維持したいなというふうには思います。日々ね美味しいものを美味しく味わうための健康、歯とかもそうですよね。あと楽しいものを楽しくより楽しく見れるための健康、あとは視力とかもですよね。そのためにこう健康とかね、そういうパーツのこの健康もね維持できたらいいなっていうふうに
思ったりとかしますね。それで言うとね、最近またちょっと視力がね落ちてきちゃって、一時期ね視力回復のための本とかを見て、あの眼筋を鍛えるみたいなあれね見て少し良くなって、良かったと思ってたんですけど、それで最近それを見るのをやめて、しかも結構もう最近目がすんごい疲れるほどずっとやってたりとかしたんで、またね急激に視力が落ちたんですよ。多分これ視力が落ちてるっていうより目が疲れて一時的に視力がぼやけちゃってるだけなんだと思うんですよね。やっぱぼやけるっていうところからピントが合わないっていうことは、この目のピントを合わせるところの筋肉がとにかく疲れて、もしかしたらあれなのかもしれないので、そういう意味でもねちょっと結局そういうふうに体のねその機能が低下したら、結果的にその体で生み出す何かっていうものもねクオリティが下がる可能性もあるっていうふうに考えたらね、自分の体をとにかくいい状態に日々保つことっていうのがね土台になってくるし、これも別の方向からの見方としての健康第一だなっていうふうに思ったりしますね。そんな感じでございます今年もあと2日、今日入れずにあと2日ですね。30、31ですね。なのでそうですね。でもしかしたら気が向いたらもう1回ぐらい31日になんとなくこのラジオ配信の動画をねアップするかもしれないですね。なんか2024年の最後だっていうのにちょっと言ってることがなんか締めがないというかね、締まりが悪いというかねそんな感じもしたので、そんな感じで風邪などひかずにあったかくして、今年あと2日間ちょっとなので、今年もいい思い出最後2024年の最後の2日間もいい感じで過ごしていきたいですねっていう感じでございます。というわけで、それではまた。